然使ってないけど。でもまだ全然使ってないから使おうか。これ立てるのにこれないと使ってる途中困るから。あ、そうなの。じゃあ洗ってきれいにしましょうか。うん。いらない？私はいらないです。今回の週末ビフォーアフターは息子さんからのご依頼でお母さんが一人暮らしの実家を片付けてまいりましたので、まずはこちらの模様からご覧ください。どうもおはようございます。おはようございます。あら、皆さんお揃いで、皆さん強いけどね。お元気で。なんとか。よかった、もう元気が何よりですよ。で、まず今日一日作業になるんですけど、はい。あれからちょっと経ちましたけれども、うん。なんか今日どうしてほしいとかっていうのありますか？うん。はいあなたのアドバイスを聞いてね、はい。この部屋に物置にするんだったら、はい。仏壇をその中に入れるのはちょっとまずいんじゃないかってはい。おっしゃったでしょ。はい。だから、出すことにした。けど考えてみたらそうだなと思って、あ、本当です。私も入らなきゃいけないのにね、ゴミための中にいるのも嫌だな。いやゴミだめにはしないんですけど、もしここを物置部屋として稼働させるんだったら、ちょっと置く場所を考えなきゃなとは思ってたんですけれども、その仏壇をね、はいこっちの部屋に持ってきてください。あら、もうなんか根回し何もしてませんけど大丈夫ですか？いや、この間のお見積もりに見えた時にね、お見積もりルームツアーって言ってくださいね。その時にちょっとそういうアドバイスされたでしょ。だからあの時はいや絶対動かさないって言ってたけど、ね、ちょっと怖かった。帰ってからよく考えたらそれもそうだなと思ってね。だからこれをこっちの部屋に持ってきて、こっちの部屋にドレッサーがあるんですよ。そのドレッサーをここに持ってきて、おお、ここの道具をこっちに入れたらどうかなと。すっごい玉突き事みたいな感じで、はい、いいじゃないですか。はい。でもなんかお母さんあれですね、ここなんか棚なんか変わりました？あ、なんか布がかかってましたよね。布をかけててね、ここにねこういうのをもういっぱい置いといたの。全部。でそれを捨てたの。あ、そうなんです。でもだからなんかこの間来たらちょっとなんかすっきりしたように見えるっていう。であとこれだけは取っとこうかっていうのだけ取ったり。なるほどね。まあだからそれをこのままここの場所に置くのか、こっち側足に移すのかっていうのは言っていただければやるので、ね、お母さん怪我されていろいろあって、もうもっともっと元気にやりたいことやってもらうためにはちょっと雑談としてるということで、なんとか今日まるっと快適な空間で暮らせるようにしますので、今日一日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。本当にこの動線が開くってすごいいいのよね。だから私は来た時からちょっとこのソファーの置く位置がちょっと間違ってんじゃないかなってちょっと思ってたりとか。だったらどう置けばいいと思う？まずここだからあれだよね、減らさなきゃダメだね、まなみさん。ここね、こっちに空間を作らなければ何も入りもしないし、これの位置も決まらないし。テーブルを寄せたりしたんですね。そうね、もうそうだし、この上もなるべくお母さん置かないように本当はするのが一番いいじゃない？ってなった時に、まあ一旦寄せて、どこまでここなのか。だってほら、あそこになんかほら穴掘ってあるじゃない？あそこに何があるのって話じゃん。棚があるんだよ。棚がね、あれは何？もう誰にも見せたくない。そういうわけじゃない。だからあそこね、やっぱりね、ちょっと開けてやった方が本当は動線上ではね。で、私はここの中身がどうなってるか見たい。ここは稼働してんのかな？めったに使わないものを置いてる。お母さん、ここは毎日使うものを置いた方がいい。
でめったに使わないのがこっちっていうふうな考え方にするだけでここが片付くので、でここは置かないで全部ここに隠す、で使う時に出すっていう感じにしましょうか。はい。私も今使ってないけどね、全然使ってないけど、でもまだ全然使ってないから使おうか。これかけるのにこれないと使ってる途中止まるから。あ、そうなの。じゃあ洗ってきれいにしましょうか。うん。じゃあそのままして。いらない？私はいらない。もういるって言ってあげてよ。いらないです。いや、私もいっぱい取っといたんだけど、結局買わないでね。ちょっと待ってください。それでも困るのカーブ。今まで使ってないからね、今更使わないとは思ってる。すごいね、もうはっきり言うお嫁さんなのね。すみません。すごいわよ。もうこれは世の中の週末ビフォーアフターファンには希望になるわ。絨毯にしてあるけど、絨毯ありで。じゃあ絨毯に入れちゃうよ。ちょっと斜めになりますけど。だからこの絨毯をこの下まで。ああ。ぴったり来てたらどうしようって感じだね、向こうは。あ、ぴったりだよ。あっちに引かなくちゃいけないね。あっちの方が引けるかな。あっちの方が引けるね。あれどかせばね。何先生がこの絨毯こっちまで持ってこいって言うからさ。いや。じゃあお母さんが言ったんだ。私が言ったんじゃないよ。もうね簡単に言うよね。そう入ってる。あ、なるほどね。だからあれがこっちに降りてもいいよねって話よね。そう。じゃあ明るくしましょうよ。あれがね。じゃあもうちょっとこっちにずらすか。あれをここに下ろすんだ。こっちに。あ、どっちでも。こっちの方がいいですね。あっちはほら開けとかなきゃいけないでしょ。でそしたらなんかここに置く何かことができる。もうさ、だからさ、そこは一個殺したとしても月にまでこれを言って。そうなんだよ。布団だからね、こっち側開けばダメ。そう。そういうのお母さんに。でも私もうさっきからもう交渉ばっかりしてんだからさ、たまにはさ、息子に言わせてよ、息子に。息子さん、痛い。押し入れ半分潰れてもいいですか？いいんじゃないですか。もう全部純子のせいになっちゃうんだからやめて。向こう側の奥にね、ガスの口があるんですよ。だからこの奥に。だけどそんなの使ってないだろ。ありますね。冬になってここに泊まる人のために暖房は必要。そういうこと。じゃあちょっとだけ開けますか？ね。じゃあ潰しちゃっていいですか。使ったの見たことないよ俺そんな。言い方。もうやめましょうそういう言い方をするのね。じゃあこれは潰し。ちょっと押しますね。はい。いいですか？
ってこんなあるのね。うちも引っ越しの時にびっくりした。ポットにはいらない？私使わないですよ。もう始まった。いいですか？いいですか？あなたに教えてあげるわ。言うって言ってあげて。嫌ですよ。嫌です。これでって一回捨てた時の快感私知ってるから。はい、心の底から。はい、ということで本日の作業が無事終了いたしました。ご苦労様。とりあえず、2階の部分すべて終わりましたので、まずはリビングから見ていただきたいと思います。はい。どうぞ。じゃーん。うわー、すごい。おお、綺麗になりまお、したね。すごい。はい。えらい違いだ。思いがみんなけすごい。最初の時を忘れちゃったんじゃないかっていうぐらい後半ずっとここにいたので、見慣れた景色に見えちゃうかもしれませんが、いや、いやいやね。やっぱりプロね。ありがとうございます。すごいね。はい。いや、もうこの机の上を片付けられなくて片付けられなくて荷物が減らなかったのよ。そうですよ。だからお母さん、その言ってるそばからお茶が置くのやめてください。
はい。こちらのダイニング周りはね、お父さんを中心として、まあ、お母さんが居心地いいような形でいつもこちらに座るお母さんのために今までここ全く稼働してなかったんですが、ここを通れるような形にしたことによって、ここが一番嬉しい。あ、本当ですか？お台所がここでしょ。はい。で電子レンジに行くのにこう回ってそこに行ってたの。これじゃなくてこっちね。それでね、また取りに行くのにもそういう風にこう回ってたから。これね、なんかこう食べる時にこれがいいよね。でこの位置と、でここが通れることによって遠回りしなくてよくなったってことね。それとね、やっぱりここから出しやすくなったわよね。そうそうね。今までは潜って出してたから。そうね。それでなくてもしゃがめないって私に言ってたくせに、もうまあまあここがモリモリで稼働してなくて、結構床置きも、あとダイニングテーブルの上もたくさん物を置いてありましたよね。はい。でそれが、まあ、こちらにね、もう恥ずかしいから隠してありますけど、もっと長いのにする。ちょっとね見えちゃいますからね。それはもうお母さん工夫していただいて、そしてもうお父さんはこちらにいるということで、こちら1個だけ残させていただきました。ね、飾るのがお母さん好きだから、飾る場所とねしまう場所は別にした方がいいかな。お母さん今までここに使うものを置いてたんで、ね、ちょっと景色的に良くなかったから、ここはこの家の象徴みたいな形で、将来的にはここのものはね、仏壇の方に直すっていうことだったので、ここだけねお父さんのスペースにして、そしてお母さん何より私もうずーっとこそこそまなみさんと少しずつこっちに持ってこうぜっていうふうに言ってて、実はソファーの位置を変えております。そうなんですよね。それはどうなんでしょう。それはそれで結構ですよ。ちょっと待ってくださいね。この家って本当地獄のたんびにうるさいから、また流物ある時と同じでなってしまいましたね。じゃあこれ一旦鳴り終わるまで待ちましょうか。はい。いやー、ホテルみたいになった。だから待ってねって言って鳴ってる間に言ってたのよ。お母さんは待ってない時に言うから。はい、ということでね、仕切り直しなんですが、とりあえずまずこれ大丈夫ですか？もうホテルみたいになった。あ、本当に？で今までね、置いてあるソファーの置き方がダメかっていうと、ここもそうなんだけど、動線をね殺しちゃうんですよ。なるほどね。今までって、ここにソファーがあったことによって、この部屋に入るのが、結構またぐるーっと回らなきゃいけなかったんですけど、ここが動線で開いたことによって、この部屋にアクセスしやすくなると、お母さんって今までね、向こうの部屋にね行きたくない雰囲気を作ってたと思うんですよ。だからどうしても物が溜まっちゃって、ここの動線が開いたことによって、お母さんこのマッサージチェアでテレビも見たいっておっしゃってたので、それもここに置いて見ることもできますし、このねソファーでゆっくり座りながらテレビ見ることもできるので、こんな感じでさすがだわ。私ね、もう椅子はここになきゃいけないと思ったの。テレビの位置をこんな動かすなんて気が全然分かんなかった。なんかすごいじゃん、あそこ祭壇みたいになっちゃいますけどこうやって景色がまとまってくると、いらないものが見えてくるよね。そうですね。余計なものを置きたくないっていう、シンプルにするのが一番ね。まあまあゴージャスですけどはい、ということでお母さん、次の部屋行きましょう。はい、もうね散々見ちゃってるからね、もう感動はないかもしれないですから、 YouTube なんでとりあえず初見のような形で見ていただきたいと思います。お母さん、こちらだいぶ変わりました。まず、仏壇がこちらに来ることによってドレッサーがなくなっております。ここは人が来た時にゆっくり休めるような形でお部屋を作ってほしいということだったので、変えております。どうなったか見ていただきたいと思います。はい。どうぞ。じゃーん、どうでしょう。すごいです。ね、綺麗になってすごい広くなったみたいね。仏壇が入った瞬間はなんかすごい圧迫感なはずだったのに、結局色味を合わせて、この棚の上がすっきりしたら別の部屋に見えます。それから言ってくださったでしょ。一つ部屋を潰して物置にしたんだから、その物置の中に仏壇を置くのはどうかなって。そうですね。あの時は私も頑固に否定しましたよね。そうなんですよ。絶対嫌だって言うだから私、ソファーの置き方もおかしいって思ってたんだけど、もうそれまで言ったら嫌われるかなと思ったから。でもあれからね、すぐ考えたのよ。やっぱりおっしゃる通りだなと思って。本当ですか？やっぱり
ごたごたの中にいるよりもね、すっきりした方がいいですもんね。いや、だからお母さんね、これがあるあっちのアフターと、これがないアフターは、天と地ほどの差があるので、まあ、とりあえずここすっきりしました。布団もこちらに入って、ここが飾り棚になって、お母さんお掃除大変だけど、まあ、これね、ここまで綺麗になるとね、掃除したくなるよね。まあ、綺麗にしていただいて。仏壇もしっかり磨いておりますので、最後オーラスでございます。あちらのバックヤードの方に行っていただきたいと。全然見てない。全然見てないわ。もう1個ぐらい見てないとあんたもう2個とも見ちゃってるんだから。はい、ということで、お母さんも大喜びのリビングダイニングに生まれ変わらせることに成功いたしました。途中お嫁さんの言動にハラハラしましたが、仲良し家族ならではですね。ということで、次回の週末ビフォーアフターは、この家の最難関、バックヤードをお母さんも驚くスペースに大改造してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。